トイボールファクトリーです。今回は HGUC MS07B3 グフカスタムをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。 HGUC グフカスタムは OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 招待に登場したモビルスーツで2010年11月に発売されたちょっと古めのキットです。特徴的なガトリングシールドやマッシブなスタイルと相まって人気の機体ですね。そういえば青系のメタリックキャンディー塗装はやってなかったなと思い、派手なカラーリングにも負けないグフカスタムを選んでみました。それでは作っていきましょう。おかげさまでチャンネル登録者1万人を達成しました。ありがとうございます。ガンプラ塗装では圧倒的に艶消し塗装が多い中、寂しさを感じつつも好きなテカテカ塗装を細々と続けていたんですが、 YouTube に動画をアップするようになって、実はテカテカ塗装好きがちゃんといるんだなと驚いています。各動画にいただくコメントがどれも温かく、皆さんとても褒め上手なので照れながら読ませていただいています。褒めたら伸びる子なのでこれからもよろしくお願いします。世界中からもコメントがいただけていて、いろんな国でガンプラが楽しまれているのだということが身近に理解できたのもとても嬉しい発見でした。ところで見てると気持ちよくなって眠くなるというコメントを時々いただきます。ありがとうございます。賑やかな動画が多い中、穏やかな気持ちになれる動画があってもいいなと思って作っています。自分で見てても寝てしまうことがあるので、睡眠導入剤代わりに使っていただければ幸いです。今後もさらなるテッカテカを目指し、塗装を楽しんでいければと思っています。これからもよろしくお願いします。ということで仮組完成。おっと、これは予想以上の出来。すごくかっこいいですね。肘関節は90度まで動いて、手首はボールジョイント可動、ショルダーアーマーが動いて腕を水平にまで上げられます。ついでにひねり可動。足はスカートが邪魔であまり上がらず、膝も軽く曲げられる程度。足首が30関節でグニグニと動きます。頭もほとんど動かず、逆に腰は動力パイプでつながっているにもかかわらずひねることができます。可動範囲は狭いですが、まあスタイルがいいので問題ないかな。そして特徴であるガトリングシールド。縦に火薬満載のガトリングなんかつけてどうするんでしょうね。もうケレン味たっぷりです。いや、これはかっこいい。握り拳と武器持ち手が左右分付属、開き手は右手分だけ付属しています。握り拳はポージングの時に決まるので標準でつけてほしいですね。ヒートロッドは差し替えで表現。ショルダーアーマーと裾に目立つ合わせ目ができます。バルカンにもできますが、こちらは接着せずに表面処理だけでいいかな。それではバラして表面処理を行っていきます。最新キットと並べても遜色ないスタイルですね。それでは合わせ目処理を行っていきます。流し込み接着剤を合わせ目に流し込んでもにょ。今度はうまくいきますように。1日乾燥させて合わせ目を下村アレックのシャインブレード6で消していきます。今回もサフレス塗装を行うので、筋彫り銅のマジックヤスリを600番から1500番までかけておきます。これでだいたいいい感じですね。アンテナのシャープ化も行いましょう。安全フラッグをニッパーで切り取り、ヤスリで形を整えます。あんまりやりすぎると折れやすくなるので気をつけます。ピンバイスで穴開けを行います。バルカンのマズル部分ですね。穴を開けてない部分と比較すると立体感が違いますね。全部に穴を開けておきました。塗膜を強くするため2000番のスポンジヤスリで全体に傷をつけて足付け処理をしておきました。これで塗膜が剥がれにくくなります。一通り表面処理が終わったのでパーツを洗って乾燥中。それでは楽しい塗装の時間。サーフェイスアイボブラックをフレームなどに塗装します。フレームは可動で擦れたりもするので、塗膜をより強くするためにサーフェイサーを吹いておきます。光沢は必要ないですしね。
フレームなどにメタルカラーアイアンを塗装します。乾燥後に拭き取るといい感じの鈍いツヤが出てくる便利な塗料でメカ部分にぴったり。 EX ブラックを塗装します。クリーニングブラシで静電気の除去とホコリを払います。塗りにくいところから塗装を始めます。奥まった部分やエッジなど忘れそうな部分は先に塗っておくとムラになりにくいです。そういった部分を塗り終えたら全体をざっくり塗って終了。ツヤツヤ。この時点ではツヤツヤですが、塗料が乾くと粗が見えてきます。そこで3000番のスポンジヤスリで表面を整えます。だいぶちっちゃくなった。お分かりいただけるでしょうか。細かいヤスリ傷が残っています。ゲート処理や汗目消しのヤスリ傷が目立ちますね。塗装前に完璧に消せればいいんでしょうが、塗装しないと見た目には全然わからないので、この下地の EX ブラックを塗ることで細かい傷を確認しています。塗料の食いつきを良くするための2000番のヤスリでの足付け処理の後も結構目立っている感じがありました。全体を3000番までかけた方がいいんでしょうが、しかし3000番までになるとどこにヤスリをかけたかもよくわからなくなってくるので、結局もう一回塗装しそうなんですよね。まあやってみないとわからないですね。今度試してみようと思います。再びの EX ブラック。結構ヤスリ倒しました。ささっと塗っただけでもうすぐ光沢が出てますね。この時点でなんかもやっとしてるという状態なら、もう一度 EX ブラックを重ねればいい光沢になると思います。傷やホコリが目立ったらまたヤスリがけですが今回のメインテーマ GX メタルダークブルーを塗装します。メタリックカラーを下地に塗装することでキャンディー塗装を省力化するというテクニックを青系でもやってみます。グフカスタムの胴体が濃い青色なので、濃いめの GX メタルダークブルーを使用してみました。結構いい感じに塗れているんじゃないでしょうか。こちらはスターブライトシルバー。手足の青装甲ですね。手足の装甲は単色系の青なので、メタルブルーでは暗いかもと思って通常のキャンディー塗装と同じように塗ってみます。クリアブルーを重ねていきます。まずは GX メタルダークブルーの上に重ねます。 GX メタルダークブルー単体だとちょっと金属粒子が目立つ感じがありますね。クリアブルーを重ねるといい感じに落ち着いてきたような気がします。深い青色になってきました。こちらは単色系の青装甲。スターブライトシルバーの上にクリアブルーを重ねます。ちょっと思ってた色と違うような。あれ？おかしい？なんだか緑色っぽく見えませんか？緑色ですね、これ。あれ？そして再びの胴体の濃い青装甲。もう一度クリアブルーを重ねます。こちらはバッチリいい色になってますね。いい感じ。そして懸念の単色青装甲。もう一度クリアブルーを重ねたらちゃんと青くなるのではという思いでハンドピースを握っていますが、これは緑色ですね。綺麗ではありますが、狙っていた色とはだいぶ違います。これはどうしたことか。 GX メタルブルーの登場です。使いもせずに合わないと決めつけても仕方がないですし、どうせもう失敗しているので上から塗ってみました。あれ？なんだ、バッチリじゃないですか。誰だ合わないとか言ったのはやってみないとわからないことだらけですね。 EX クリアでクリアコートを行います。クリアカラーがデカールに映らないようにするためのデカールを貼る前のクリアコートですね。クリアカラーだけでツヤツヤに塗ろうとするとたまりやムラを作ったりしてしまうので、クリアカラーではなくクリアコートでツヤを出すという役割もありますね。黒装甲を塗装します。ここはガンメタルでいってみましょう。ちょっと明るすぎるかな。クリアブラックで落ち着けてみます。2回ほど塗り重ねて、どうでしょう。少し暗く落ち着いてきたかと思います。3連装 35mm ガトリング砲のセンサー部を塗装します。組み付けたまま塗ってますが、バラして塗装した方がいいですね。下地にスターブライトシルバーを塗装して、その上からクリアカラーでキャンディーカラーにします。さらにもう一度重ねて EX クリアで保護。
付属のシールを使ってマスキングして、はみ出た塗装を EX ブラックで塗りつぶして下地を整えて、メタルカラーアイアンを塗装して終了。シールは便利ですね。シールを剥がすのが楽しみです。デカールを貼っていきます。デカールを貼りたい場所にデカールのりを点付けしておいて、その上から綿棒につけたデカールを貼ります。デカールは水をたっぷり含ませたスポンジの上に置いておくことで、適度な水分が与えられて、いつでもデカールを貼れる状態になっています。デカールをまとめて切っておけるので、デカールが台紙から剥がれるのを待つ必要がなく、時短になって集中力を切らさずにデカール作業ができるので、この方法はおすすめで何度もお伝えしたい方法です。綿棒を転がしてデカールの余分な水分を押し出しています。ここで新兵器。ハイキューパーツのデカールスキージーですね。しかしうまく扱えなかったようです。思い通りに動かせずにデカールが動いてしまいました。もう少し練習が必要かもしれませんね。綿棒の扱いに慣れているせいもあるかもしれません。どんな道具でもそうですが、合う合わないはどうしてもあると思います。自分に合う道具を探すのも模型の楽しみの一つだと思っています。いろいろ試していきたいですね。値段が値段なのでそう簡単には試せないですが、好奇心を忘れずチャレンジしていきたいと思っています。しかしデカールが貼り終わらないですね。何が気に入らないのか。ジオンのマークなのでこだわって位置を決めているようです。決まったかなと思っても動いちゃったりして、なかなか先に進まず難儀していますね。自分のことをいい加減で雑な人間だと思ってたんですが、こういうことに関してはどうやらめんどくさいこだわりがあるようです。録画してみると気づくものですね。ついに決まったかな。水を押し出しています。これでバッチリじゃないでしょうか。やっと次に進めそうな予感がしてきました。デカールの周りのふのりを拭き取っています。糊が残っていると塗装の際に表面が荒れたりするので、できるだけ拭き取ってますね。これでバッチリかな。またデカールがよれてしまいました。無限地獄か。これで治ったかな。よかったですね。はい、大丈夫だと思います。大事に大事に貼ったデカールを保護しましょう。 EX クリアでクリアコートします。最初はデカールの上だけさらっとすぐ乾くようにクリアコートします。デカールが溶剤を吸って傷んだりするのを防ぐためです。さらに全体をクリアコート。乾燥をたっぷり挟んで3回ほど重ね塗りしておきました。ホコリなどが入った時はその都度乾燥を待って、部分的にヤスリをかけてホコリを取り除いて、さらにクリアコートをしておきました。研ぎ出しを行っていきます。まずは2000番のスポンジヤスリでデカールと塗膜の段差を整えます。段差があるのが分かりますかね。気にしないという方法もあるんですが、気になってしまうのでできるだけ解消したいのです。あまり力をかけずにデカールの周りに優しくヤスリをかけます。スポンジヤスリに水を含ませてヤスリをかけた粉が舞わないようにしています。方向を変えながら少しずつヤスリがけ。ここで力をかけてしまうと余計な傷をつけてしまうかもしれないので、あくまで優しく丁寧に。どうでしょう。均一に艶消しになっているかと思います。デカールと塗膜の段差が見えなくなればとりあえず OK かなと思います。スーパーカットコンパウンドでヤスリ傷を消していきます。スーパーカットコンパウンドは1500番台のヤスリ傷も消えるという触れ込みなので、3000番のヤスリをかけずに2000番のヤスリ傷を消していきます。コンパウンドを綿棒につけて塗り塗り、こすりつけるというほどでもない力で撫でているという感じでしょうか。力をかけずに優しく撫で続けるといい感じに仕上がると思います。コンパウンドがほとんどなくなってきて磨き作業の終了かな。比較してみるとデカール周りのヤスリ傷が完全になくなっています。しかし全体的にちょっと曇っている感じがありました。なのでフィニッシュコンパウンドでさらに磨きをかけていきます。スーパーカットコンパウンドで全体が曇っているように見えたのは、多分クリアコートがかなり平滑に仕上がっていたからではと思います。下地での長研ぎがうまくいってたんですね。
やはり今までやってきたクリアコートは無駄じゃなかったですね。スーパーカットコンバウンドの時と同様に優しく撫でるように少しずつ全体を磨き上げていきます。かなりコンパウンドが見えなくなってきました。もうすぐ終わりですね。お、聞こえたでしょうか。キュッキュッという音がしてますね。かなり磨きがうまくいっているのではないでしょうか。ということで磨き終わり。磨いてないパーツと比べるとデカール周りのヤスリ傷が完全に消えているのがわかると思います。テッカテカやね。謎のリング登場。物合いの基部ですね。このキットでは物合い表現はシールで行うようになっています。H アイズを貼り付けてディティールアップしようと思ったんですが、物合い基部と兜との隙間がほとんどなく引っかかってしまいそうだったので、物合い基部に穴を開けて H アイズを埋め込むことにしました。ピンバイスで小さい系のドリルから徐々に大きい系のドリルで穴を広げていきます。最終的に 2.5mm の大きさまで広げて、棒やすりで穴を整えて H アイズが入るか確認。グリーンの H アイズで試してますが、最終的にはピンクを使用します。ぴったり。問題なさそうですね。定番アイテムラピーテープと H アイズ 3mm ピンクで物合いを表現します。ニッパーで切り取ってラピーテープに貼り付け、縁をギリギリまで切り取って、ラピーテープを貼った方はキラキラしてますね。いい感じ。物合い基部にはめ込みます。ぐっと押し込んで、ぴったり収まったので接着剤で留める必要はなさそうですね。部分塗装を行います。後墳部のダクト部分を下デルカラーのアイアンブレーカーでちょい塗りして頭部の完成。キラッキラしてますね。ちょっと明るすぎるくらいです。 G レップゲートレスエッジングパーツでお手軽ディティールアップ。保護シートが透明なので透かしてサイズを確認。ちょっと大きいかな。爪楊枝で剥がしてデコプリンセス水性接着剤で貼り付けます。久しぶりの登場ですね。接着剤を爪楊枝の先につけて点付け。ピンセットでパーツを取り付けます。位置を調整して、水性接着剤ははみ出したりしても水を含ませた綿棒などで拭き取りができるので失敗しても安心です。こういうキラッと光るパーツが入っただけで雰囲気が変わって面白いですね。これで全てのパーツが揃いました。それでは組み立てていきます。HG は組みやすいですね。なぜか久しぶりに HG を作ったような気がしています。3回前にデルタプラス作ったはずなんですが、トラブルが多かったからかな。デルタプラスの前に RG エクシアと MG バルバトスを作ってたせいもあるかもしれません。塗装にかかる時間は実は RG もマスターグレードも HG もそんなに変わらないんです。作業時間自体は違うんですが、乾燥にかかる時間が変わらないので日数的にはほぼ一緒になってしまいます。3連装ガトリング砲のセンサーのマスキングを剥がして、うまくいきました。気持ちいい。乾燥を待ったり、ホコリが塗膜に入ってヤスリをかけたり研ぎ出したり、冷静に考えると光沢塗装はめんどくさい作業ばっかりです。テッカテカ好きなのでしょうがないですね。自分が欲しいと思ったものを手に入れたいけど売ってないので自分で塗装するという感じで始めたんですが、塗装工程自体はめんどくさいながらも楽しいので省力化を目指しつつ楽しんでいきたいですね。そうこう言ってるうちに完成。テッカテカですね。光沢が曲面を強調して重量感たっぷりの塗装になりました。これはたまらない。このためにやってるんですね。グフカスタムというよりはグフっぽい塗装になったかなという気もします。淡い青色のキャンディー塗装はまたチャレンジしてみたいですね。
ということで HGUC-MS07B3 グフカスタムをテッカテカに塗装しました。10年前のキットでしたがマッシブなスタイルを再現し、武装も豊富、完璧な色分けで塗装も簡単、可動範囲が若干狭いですがそれを補ってあまりある両キットでした。肝心の塗装では GX メタルダークブルーを下地に塗装した濃い青色は簡単にキャンディー塗装になってくれましたが、通常のキャンディー塗装である淡い青色でまさかの失敗。あんな風に緑色になってしまうとは思いませんでした。初期の頃に作ったオリジンガンダムではそんなことにならなかったので、もしかすると現役の攪拌が甘く色素が分離していたのかもしれませんね。今後の課題として注意しておこうと思います。ということで HGUC-MS07B3 グフカスタムのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。編集中にだいぶ眠くなってきました。おやすみなさい。